20万人のフォロワーいます。何か変なビデオしか撮影してなかったんですけど、変態のアニメとか、住んでる日本だとは何か違うと思って、普通の日本で生活を見せたい。何を直してうまくいく？私より多分もっと面白い人を、おやり直し。今回のビデオダメ。皆さんこんにちは、アナスタシアさんです。それ。じゃあ自己紹介お願いします。Меня зовут Евгений, живу я в Японии уже 12 лет, занимаюсь ютубом, можно назвать меня ютубером в свободное время и являюсь президентом, директором студии компании Чиполлинко. YouTube 名は何と言いますか？Чиполлинко жизни Японии. スタジオと同じ。名前はチポリンコスタジオと同じなんですけど、チャンネルはその日本の生活についてそちらでビデオを撮影して載せます。その YouTube チャンネルはロシア人の視聴者のロシア人のフォロワーがかなり多いというのを知ってますが、だいたい今何人ぐらいいるんですか？今のところで、20万そうです。20万人の、登録数フォロワーいます。20万ということはもうシルバーボタン？そうです。シルバーのボタンは、10万の場合は、シルバーボタンを YouTube からもらえますので。それを持ってるんですか？そうです。それはあそこの後ろに、ありますので、じゃあそれ持ってきます。お願いします。じゃあちょっと待って。じゃあそれカットになります。なんか尻尾ついてる。尻尾。はい。はい。そうですね。こういうシルバーのボタンをもらいましたけど、はいどうぞ触ってみてください。私もすごい欲しい。多分初心者だとすごいこういう高級な感じするんですけど、はい、ただもう10万人超えた場合は、そんなに、私としてはただのメタルのフレームみたい YouTube からもらって、それをもらうのはあんまり何かYouTube はあんまりおめでとうとかそういうちゃんとやってないので、何かメール届いてもうこういう10万人超えたのでこういうボタンを送りますので、その何を載せたいとか教えてください。あと住所をどこに送るとか、だいたい多分もう13万になった時はこれを届きました。アメリカから。そのチャンネルをもうどのぐらいやってるんですか？やってるのは多分3年4年かな。最初始まったのは趣味としてもともと日本の会社で正社員として仕事してて、土日はできる限り好きなビデオを撮って、YouTube に載せました。それは最初はあんまり多分1ヶ月とか2ヶ月一つのビデオを載せて、その後はつまり1ヶ月には1回ということ？そう1ヶ月1回とか、趣味としては気分が良かった時はビデオ撮影して編集して載せたんですね。最近の多分1年はできるだけ1週間に1回とか2つ3つビデオを載せて、そうですね、多分最近の6ヶ月で13万人からは20万に増えた。それは理由はそれは今のところであるビデオはすごい人気がなって、そうするとそれでフォロワー思ってないビデオはそれ人気になる。思ってないビデオがアップロードして、ただ普通で撮影して、ちゃんと編集。何のビデオですか？ただ東京で30分40分散歩をして、その東京で街どういう形になっているとか、建物はどういう形とか、それを載せて思ったよりすごい人気になりました。つまり普通にカメラを持ちながら歩いてただけ？そうです。 GoPro でちゃんと高いカメラじゃなくて普通の GoPro で朝
7時散歩して仕事の前に30分、それはそのビデオ。もう分かった。それは時々そういう YouTube だと、どういうビデオ人気になるのは、もいきなり変なそうですね。なんか変なビデオが急に人気になるとか、それはあります。ちなみにそのシルバーボタンをもらうまでにはどのぐらい時間かかっちゃった？多分2年ぐらいかな。もっと頑張れば、例えば1週間、2、3回ビデオ載せると、1年でもっと早くそう初心者だとできる。ビデオの内容もよって、私はやっぱりロシアとかそのロシア語を話せる国に向いてビデオ撮影しているので、やっぱりそちらの側も日本について、日本に興味がある方が少ないし、そうするともともと見てる人が少ない。ただ例えば日本で何か笑い、ゲームとか何かそれ面白い、こういう動画を撮影、笑い番組みたい、それを撮影するとフォロー数はもっと早く増えるとか、ゲームについては、何かビデオ撮影すると、やっぱりゲームをやってる人が多いので、それは多分フォロー数はもっと早くアップになるんですね。だからそのビデオの内容についてはYouTube やりたい人はビデオちゃんと内容を考えた方がいいですね。誰のそういう人のためにそれをビデオ撮影、相手を考える。そう相手の。ちなみにそのチャンネルを始めた理由は、先に言いましたけど、普通にホビーしたかったんだけど、その時にはもう YouTube チャンネルは多かったのに、それにしてもどうしてやっぱり YouTube にしたんですか？そうですね。その時はもうロシア、日本の生活についてロシアでビデオ撮影した YouTuber は多分2、3人がいたんですけど、ただ私その方のビデオを見ていつも変なビデオしか撮影してなかったんですけど、変なビデオ例えばアニメ、変態のアニメとか、そういう日本人は遅くまで仕事してるとか、やっぱりこういうクリックベイトみたいですね。やっぱり人がもっとそのビデオを見るようにこういう変な話して、例えば痴漢についてとか、わからない、やっぱりそういう変な話して、つまりステレオタイプとかそうですね、変態の話とか、それを見て私住んでる日本だとは何か違うと思って、じゃあ普通の日本で生活を、人に見せたい。それは一つだと。もう一つの理由はそのビデオを作成する興味があって、もともとカメラ好きだったんですけど、じゃあそのビデオ作成とか編集するためにはやっぱり練習が必要なので、それは YouTube 始まると毎回ビデオ作るときはちゃんとそれはどんどん勉強になると思ったんですね。3番目はただカメラの前でちゃんと3つの理由が。そうです。それはやっぱりちゃんと理由がないと人がそれをやめる可能性が高いので。そうです。その3つの理由はカメラの前でうまく話できるように、練習できると思った。それは私の問題です。私はカメラを怖がってます。OK。じゃあそのチャンネルはもう先に少し教えましたが、大体どういうようなチャンネルですか？何について日本のどこを紹介してるんですか？日本は普通の生活について、例えば観光スポットとか、ちょうどさっき今朝東京タワーについてビデオ撮影して、混ぜて普通の生活と、あとは観光スポットはそれを混ぜてビデオ撮影します。あと何か日本で何か素晴らしいやってることを撮影します。例えばそのロシアとか前のソ連の国側の見ると、例えば普通の道路、一般の道路ともうなんていうすごい新品なものになってるんですね。あんまり穴とか、そういうその汚い場所もないし、それだけも撮影するとそちらの人を見て、こういう形で普通で道路工事できるとか。それはもう OK ということ？そうです。やっぱり国によっては、日本はやっぱり道路が全部きれいし、その人が多いけど東京で、ただきれい、ゴミがないし、泥、あとなんていう雨の後は水がたくさん溜まってる、水たまりとかないし、
それでも見せるとそちらの人は見ます。あとは例えば最近撮影したは無人コンビニ、スタッフが物を売ってるスタッフがいない店をそれも撮影して、そちらの方見てそういう素晴らしいとか、どういう形でそういうシステムなっているとか、そういう面白い。じゃあ例えば今まで撮影したビデオの中には逆にあまりなんか反応が出ない、起き取れない、反応が出ないは反応が出ない、つまりそんなに、気に入らないというか、それは多分内容じゃなくてビデオの撮影の方とあと話し方、少しそういう私やっぱり元気ない場合はこういうつまらない話するとそちらの方もYouTube は一番大切なそのビデオは例えば最初のタイミングで何人を見て、その人の中で何分とかそのビデオを見て、それいろいろ見てビデオはアップするかおすすめするかしないか YouTube を決める。だから最初は何かつまらない話始まるとか、最初の1分のビデオの中でいろいろつまらない話すると人は最後まで見ないとビデオは落ちる。だからそれはどんどん結構たくさんビデオ撮影するとそれは分かります。最初私もともと例えば観光のビデオを最初撮影した時はやっぱりそのウィキペディアみたいのつまらない話が始まると人は大体ビデオを見ない。逆によく見るのは一般の何かその一般の生活についてとか、例えば日本人はどうやって仕事するとか、普通の一般の生活についてビデオ方が人が見ます。なるほど。なんか全世界では一番ヘイトが多いのはロシア人とかそういうなんかロシア語で話す人たちだという噂を聞いたことはあるんですか？それはどう思う？それを比べることができないんですけど、私はやっぱり私のチャンネル見てる人は、ロシア語を話せる人、それは例えば日本人とか、アメリカヨーロッパどうなってるとか、それは私全然わからないし、それは多分ヘイターがいるなんですけど、私はあんまり、気にしない。気にしない。例えばコメントは全部書いてるコメントはそのまま残して、あんまり何もデリットしないので、あんまり例えばブロックとか何もしない。自由それは人間だから例えばこれは好きとか好きじゃない人がいるので、例えば人によって好きじゃない人はただそのままビデオを見ないとか、他の人はちゃんと何か変なコメントとか、例えばどういうような言い方されたことある？私に対しては多分そんなになかったかな気がします。大体日本についてとか日本人についてとか、それはもう嫌がらせじゃないよ。私についてあんまり私は大体一つは何か変なとか何か笑い番組みたいの、それはビデオ何か変な動きはしないので、だから私にとしては何かそういう悪いことを言うのは難しいと思います。私のチャンネルではあんまりそういう悪いこと言ってる人が少ないので、ただ他の YouTuber のロシアの YouTuber を見るとすごいヘイター数が多いですね。ただそちらの方はやっぱりこういう変態とか痴漢とかそういう変なビデオを撮影するので、そういうビデオを見てる人はやっぱりこういう変なコメントするんですね。私はそういうビデオを作ってないので、やっぱりこういう人が私のチャンネルで集まらない。実は私が、これからそのチャンネルを作ろうと思いますので、一番心配してるのはやっぱり嫌がらせとか。多分最初はちゃんと日本語を勉強してからビデオ撮影してくださいとかそういうコメントが来る。それはしょうがない。その時には私どうすればいい？もう無視して、ただちゃんといいコメントを、例えば私ももともと母国語はロシア語なんですけど、今でも時々はこれロシア語は正しくないとかそういうコメントが来るんです。あんまり別で私そんなに気にしないけど、ただやっぱり例えば
テレビと同じロシア語を話せるように私もじゃあこれはやっぱり間違ってるので、次回はビデオ撮影するときはちゃんと言葉を正しく使えるとか、つまり間違いを直す。そうです。ただちゃんといいコメントがあれば、ただこれはこういう日本語は正しくないとか、こういう言ったことは例えば間違ってる、正しいはこうとか、それは嫌がらせじゃない。それは例えばそうアナスタシアさんの例えば髪の毛はそう例えばアナスタシアさんはバカとか、それは無視したんじゃない、無視した方がいいんじゃない。ブロックとかしなくていい。そのままただそれをあなたはブロックすると、それ何もならないんですね。ただ彼はそれはアナスタシアさんはバカと書いて、他のいい人は下にアナスタシアさんバカじゃない、あなたはバカとかそういう話が始まってる。そうするとビデオの下でたくさんコメントが集まるので、それがビデオのプロモーションとしてはいいことです。なるほど。そうです。たくさんコメント入ると、たくさん人がビデオを見るとそれはいいことです。Okay. だから逆にヘイタ数が多い場合はと、逆にアナスタシアさんのことを好き人が多いの場合は、それをビデオの下にコメントで戦おう。それをたくさんコメントが集まるので、それはビデオはトップになるんです。わかりました。じゃあたくさんヘイター集めてください。それ人気になっちゃう。ヘイターたち来い。他に何かアドバイスはあるんですか？今の私の頑張ってるチャンネルのためには何かおすすめとか相談することはありますか？できるだけは、ちゃんと例えば、決まってるタイミングで、例えば1週間1回とか2週間1回でビデオを載せること。最初は、登録数とか少ないので、それ増えるのはもう時間かかるし、たくさんの人は、例えば始まって2、3ヶ月後をやめるとか、それは例えばもし、最初から複雑なビデオを撮影して、それはやっぱり編集とかいろいろ面倒くさいので時間かかるし、それは疲れてもう一つでものビデオをアップロードしない人とか、それはあるんですけど、ちゃんともうこの YouTube やりたいの場合はもう最低は1年間は頑張ってて、もう例えば毎週ビデオ載せて、それは次の例えばこういうシェルボタンにつなげる。私も周りの人はたくさん YouTube をやってみて、ただそう1ヶ月とか2ヶ月でやめる人が多いです。分かった。つまりまとめると、決まってるタイミングに載せること。最初はあまり難しくない、編集は難しくないビデオを。そう、シンプルだただ内容は面白い。プラス連続的に頑張って1年間ぐらい。それは何というと、例えば会社を作るときは最初は仕事しているとお金何ももらえないですね。ただ1年後、会社を作るときはみんなの考え方はじゃあ1年後とか2年後は利益もらえるとか、YouTube はそれは同じ。最初の何もお金とか何ももらえないので、それ頑張るしかないです。ちょうどお金について質問聞きたかったんです。今のチャンネルで儲かりますか？全然それよりは私のチャンネルを見てる人はこれロシアとか、中央アジアとか、ウクライナとかそういう国を見てるので、その国の広告が安い。例えば、ロシアの人は1000人、私のビデオを見ると1ドルもらう。日本で例えば1000人日本人はビデオを見るとその方は、10ドルもらう。だから例えば日本人の YouTuber は1000人人を見ると、私同じ履歴を作るためにはもう1万人、10倍ぐらい。そう10倍必要とか。例えば国によってはそういうお金はもらえる変わりますので、そんなにあまりお金にならないのにどうしてロシア向け、というかそれは最初はもともと趣味だったんですけど、今でもそれはただ、今のところでそれはフォロー数が、増えるので、その人を使って何かビジネスをやりたいとか、そういう今考え方があります。つまり今YouTube チャンネルを頑張ってる理由はやっぱり YouTube チャンネルのおかげで儲かるではなく、YouTube チャンネルのおかげでまた何か他のビジネスとつながりを作るためということ。
例えばどんなビジネス？まあ例えば、観光。やっぱりみんなは日本に来る前に、まあ、東京はどういう街とか観光スポットはどういう観光スポットがあるとか、それを探しているので、例えば私のチャンネルのビデオを見て、その中で私の会社を例えば会社作って、私の会社でその旅行に来るとか、まあ、そういう形今、まあ、考えています。ちなみにちょうどそれも聞きたかったんです。どうして海外に住んでる人が日本に日本に興味を持ってる？それは、まあいくつの理由があるので、一つはそのアニメを好きな方はやっぱりもっと日本についてを知りたいとか、もう一つはその観光、日本に観光者として行く人は、まあ、そういうビデオを見るんですね。3番目はただその日本について知りたい。例えば、まあ、日本でそういう普通の生活はどうなっているとか。まあそれはどうしてですか？どうして日本がまあそれは多分やっぱり日本はその他のソ連の前の国で、やっぱりまだ日本はそういう、まあ宇宙みたいですね。全然他のそう国みたいなんですけど、何かすごいハイテクとかそういう不思議なランド。そう不思議ですね。それはだからまあそういう不思議な国はどうやって普通の生活やってるとか、どうやって仕事するとか、普通の店で、どんなものを買いますとか、値段はどうなっているとか、まあ、それを全部知りたいですね。やっぱり、全体的に、つまり私だけではなく、初心者に向かって何か相談とか。初心者はじゃあ3つのことを考えます。一つはそれはどういうビデオとかどういう人、そのビデオを見るのはちゃんと考えましょう。次は最初は、高いカメラとか高いパソコンを使うじゃなくて、ちゃんと毎週とか面白いビデオを、スマホでも撮影する。3番目はもうあまり最初の1年で、お金もらうとかたくさん登録数を考えないで、もう自分でやりたいことはとりあえずやる。それは半年1年やるとどんどんは自分でも例えばもしかしたら3ヶ月4ヶ月後ビデオ内容少し変わるとか、もしかしたらこういうビデオじゃなくてもっと違うのビデオやりたいとか、そう最初のタイミングはこれを分かります。つまり方向を分かるということ。なるほど。そう最初は他の人フォロワー数見てる人じゃなくて、もう自分でやりたいことはやる。ちゃんと決まってる毎週とか1週間2回とかやった方がいいです。じゃあこれからはその自分の YouTube チャンネルのなんていうか次の目標とか何かあるんですか？ただもっと今はだいたい東京とか、横浜少しビデオを撮りましたので、普通の散歩。これからもっと高いクオリティで高い内容でビデオ撮影したいですね。例えば普通で街で歩くじゃなくて、こういう東京タワーで面白いことを撮影するとか、例えば、つまりやっぱりなんかブログというよりブログはもっとそのテレビのトラブルみたいの番組作るとか、あとは東京だけではなくて、日本をいろいろ面白い場所で撮影するんですね。で次はもうゴールデンバタンをもらうつもり？それはYouTube に任せます。それはやっぱり私はあまりフォロワー数は考えてないですね。じゃあ何を考えてる？ただそれを好きなことはやってる。こういうビデオをやりたいとか。つまり普通に好きだけでやってるということ？そう。私趣味としてはこれ好きですね。仕事考えるとそれはもう変わります。なるほど。YouTube をやるときにはそれは最初は趣味として考えた方がいいですね。少し例えば日本で日本語でビデオするとか、英語でビデオ作るときはそれ多分半年とか1年後とかも仕事になることが多いと思います。やっぱり見てる人が多い。私は撮影してるビデオはやっぱりもともと見る人が少ないので、
それは YouTube は仕事にそういう私のチャンネルは仕事にならないと思います。ただマーケティングのツールとしては何か会社を作ってそのチャンネルを使うのはそれはできます。ちなみに日本人に向かってチャンネルを作るという考えはないですか？ないですね。もう一つのチャンネル作るのはもうやる気がない。しんどい。私今自分の日本語とかやっぱりあとは日本人に何を見せるとか、それを今まであんまり考えてなかったんですね。なるほど。最後の質問。今私が作ろうとしている YouTube チャンネルはどうもうまくいきますか？それはナシテさんはどう思う？ひどいその苦情。それナシテさんはどう思う？私はどう思うとかあんまり関係ないと思いますので、ナシテさんはどう思うとか。いやなんか先輩の目から見ると。ただそれは一番大切はナシテさんはどう思う？成功になりますか？どう思いますか？どう思いますか？それはもうちゃんと頑張ればなると思う。じゃあ私の意見は必要。もうあなたはもう成功になると思ってるので、例えば私今、成功ならないと思ってるのは、そう言ったら。OK、質問を受けます。はい、何を直してうまくいくと思う？私より多分もっと面白い人を、そうですね。もうやり直し。今回のビデオダメ。そうです。日本人は、最初はビデオ撮影して、日本人はどういう人を興味がある。外国人だとは例えばその一般のことじゃなくて、例えば私と、同じは外国人は日本で生活はどうなってるとか、こういう内容で撮影した方が面白いと思います。やっぱり日本人はその外国人はどうやって生活するのは、どういう問題があるのはそれはわからないと思いますので、一つ、日本人の撮影すると面白い人撮影する。例えば普通の YouTuber じゃなくて、アーティストとかスポーツやってる人とか、もしかしたら田舎にもう年上の人はこういう何かやってるので、ただその人はもういなくなるとこれをやってる人がもういないとか、そういう面白いことを撮影すると面白いと思います。もともと私のアイディアはそれです。これ私の面白い職業とか面白いホビーとか、できないことがないですね。ただ最初は頑張ってちゃんとビデオ撮影する必要です。わかりました。ありがとうございます先輩。はい、それで終わり。何か最後で何か言う？自分のチャンネルの。皆さん、スパイシー。今日はありがとうございました。下のチャンネルのボタンを登録してください。これいいよしてください。あとコメントを書いてください。こちらの口座にお金を振り込んでください。1円でも助かります。コロナの関係で今ちょっとそれ大切です。最初と最後は大切。そういうふうにやってる？それはもちろん大切。みんなフォローしてください。もっと何かテレビじゃなくて、もっと仲良くの雰囲気は作ります。だけど皆さんこんにちは、アナスタシアさんです。それそれは嫌だ。第一裸込みするのも嫌だし、第二はそういう皆さんどうぞフォローしてください。いや自分のスタイル私それを言ってるね。じゃあ皆さんは今日はフォローしてください。皆さんは今日はこういう外人と話しますので最後まで見てくださいとか。その外国人はお金が必要なのでこのアカウントに振り込んでください。あとは最後は皆さん今日ビデオ見てありがとうございます。はい。何か YouTube について相談じゃなくてなんていう？わかりました。何か次見たいテーマとか。テーマとか、あとはやり方を。とにかくそれはやった方がいいです。わかりました。これもっと見てる方。今度します。今回しましょう。ちゃんといいビデオを作る。私の顔を描いてるから。の不祥を描いてる。もうストップ。